首に重りをつながれ生きたまま海に沈められた3人の親子。犯人は自身の欲望のため人が死ぬのを何とも思わない怪物でした。1989年6月4日、アメリカフロリダ州中西部タンパ湾、ヨットでクルージングを楽しんでいた数人のグループがサンシャインスカイウェイブリッジの下を通りかかった時のこと。おい、あれ人じゃないか。青ざめた表情で海に浮かぶそれを指さした男性。そこには確かに女性の水死体がうつ伏せの状態で浮かんでいました。それが単なる水難事故ではないことがこの後の状況から明らかになります。なんと同日のうちに最初の遺体発見現場からわずか数キロの場所でまた別の女性の遺体が発見されたんです。そして湾岸警備隊が2人目の遺体を回収していると、また近くで遺体発見の通報があった、すぐに向かってくれ。そう、あろうことかその日、タンパ湾からは全部で3人の女性の遺体が発見されたんです。何より恐ろしいのは女性が3人とも首にコンクリートブロックをつながれ沈められていたこと。コンクリートブロックにつながれ生きたまま海に落とされた3人の女性。彼女たちを襲ったあまりにも残酷な犯行の全貌とは。3人を巧みに騙し海に連れ出したその男は自身の死後さらに凶悪な事実を世間に知らしめるんです。おそすけんちゃんです。やみやみこってというわけで、やみこさんね、はい僕初詣に行きまして、地元の近くにね、諏訪神社っていう、立川まで行くとね、諏訪神社ってのがあって、そこでね、おみくじ引いてきましたと。はい。なんと今年、大吉でした。はい。幸先いいわね。これ実際のね、おみくじなんですけれども、まあいろいろ書いてありまして、願い事、思い通りですが油断するな。待ち人来る早いでしょうとかいろいろ書いてあるんですけど、恋愛がすごい、大吉なんだから全部いいんじゃないの？すごいこれ。早く言いなさい。恋愛、思い通り、大吉。わざわざもう一回大吉って書いてあるのよ、これ。思い通りそんなの見たことない。見たことない。ダブルで大吉になってるの。あらららららら。そうそうそう。成就するのかしら？なんか思いを馳せてる方でもいらっしゃるんですか？そっから始めたいんですけど。じゃあもうそれも含めて叶うんじゃない？でもなんか、毎年言ってんだなんか。でも結構、いやなんか今年は結婚したいなって人と巡り合えるんじゃないかって思いたい。なんかそういうちょっと運命感じちゃってるんだ。まあ結婚って言うと重いんですけど、まあだからちゃんとね、お付き合いさせてもらって、未来一緒に考えられるな、みたいな人と出会えたらいいなと思いつつね、まだね、何の兆候もないんですけど、ダブル大吉ぐらいのこと書いてあるんで、もしね、現れなかったら、もうね、もうおみくじ引きません。はい。もうおみくじは信じない。信じない。でも大丈夫。そんなこと言わなくて私が保証する。大吉。3段階大吉になっちゃった。はい。というわけでね、改めてね、今年もよろしくお願いします。はい。すみません、噛んじゃったんですけど。はい。今回ご紹介するのはアメリカ・フロリダ州で起こった殺人事件について。この被害者となった3人の女性は恐ろしいことにコンクリートのブロックを首につながれてね、そのまま海に沈められてしまったという、もう本当に衝撃的な事件なんです。3人とも、なんでそんな残虐なこと犯人できるわけ？まあ、犯人はね、自分の欲のためには人が死ぬことを何とも思わないような男だったわけです。そして被害者となったこの3人にとっては、その男がただの親切で近づいてきたようにしか見えなかったというんです。沈められた親子。1989年6月1日、アメリカ・フロリダ州。楽しかった。まだ帰りたくないわ。女性3人を乗せた車内で名残惜しそうにつぶやいたその少女はクリスティ・ロジャーズ。運転席に座っていた母親のジョンは笑って返します。1週間十分楽しんだんでしょ？早く帰らないとパパがかわいそうよ。母ジョンと17歳の姉ミシェル、そして14歳の妹クリスティ。3人はオハイオ州ウィルシアで酪農場を営んでいる家族。年中無休で家畜の世話が必要なため長期の旅行は難しいのですが、彼女たちは父親の計らいで1週間のフロリダ旅行に来ていたんです。親子が暮らすウィルシアの町は人口500人程度と小さく、美しいビーチと大都会で知られるフロリダは彼女たちにとって夢のような場所。そして実は親子が旅慣れていなかったことも事件に巻き込まれてしまう一つの要因だったのかもしれません。もしかしてその旅に慣れてないことを見透かした悪い輩に騙されちゃうってこと？ほんとそうなんですよ。そしてね、騙されてしまったこの3人は思わず顔もしかめたくなるような本当に無残な姿で発見されるんです。
自宅があるウィルシアまで車で15時間の道のりを進んでいた親子。しかし彼女たちは湾岸の町タンパへ差し掛かったあたりで車を止めました。ごめんね、こんなに迷うとは思ってなくて。娘2人に困った顔でそう告げた母ジョーン。親子は帰り道で迷ってしまい、早朝に出発したはずが昼時になってもフロリダを出られずにいました。このままウィルシアへ向かうと夜通し走ることになってしまうため、彼女たちはタンパで一泊することにしたんです。そして親子がホテルを探していると、街で出会った一人の中年男がパンフレットに道順を書き込み、親切にホテルまでの行き方を教えてくれました。せっかくなら夜にタンパ湾を案内するよ。あそこの海はすごく綺麗でおすすめなんだ。そう約束を交わした後、親子はホテルにチェックイン。そして3日後の6月4日、タンパ湾で遺体となって発見されたんです。3人の遺体は手足を拘束され、口は粘着テープで塞がれた状態、首には縄が結ばれ、その先にはコンクリートブロックがつながれていました。さらに親子3人はいずれも下半身に衣服を身につけておらず、遺体が長時間水中にあったため確証は得られませんでしたが、ジョーンたちは合格の末殺害されたと考えられました。その後警察は親子が宿泊していたホテルの従業員が3人連れの宿泊客の姿が見えないと通報したことと、夫が行方不明届を出したことから身元を推測。最終的には歯の治療記録から発見された遺体は確かにジョーンたち親子3人だと特定されます。海流のパターンから3人は遺体発見の2日から5日前に陸地から離れた位置でボートから海に投げ込まれたと考えられました。そこから警察はボート乗り場の近辺でジョーンの車を発見。その車内には観光パンフレットともう1枚また別の内容を記したメモ書きが残されていました。パンフレットってさ、その中年男にホテルまでの道順を教えてもらった時のやつでしょ？それが有力な証拠になるの？そうなんです。これ重要なのは、ホテルの道順とはまた別の内容を記したメモが見つかったことだったんです。そのメモには一見して意味がわからない不可解な言葉が残されていたんです。メモが示すもの。被害者ジョーンの車から見つかったパンフレットには手書きでホテルへの道順が書かれていました。一方でパンフレットと一緒に見つかったメモにはボート乗り場への道順が。このことから3人は何者かにホテルへの道順を教えてもらった際にクルージングにも誘われたと考えられます。ジョーンたちが最後に目撃されたのは6月1日の夜7時半頃、ホテルのレストランで食事をとっていた彼女たちはその後クルージングに出かけ、ボートから海に沈められたと想定されたんです。そして気になるのは、メモ書きにはボート乗り場への道順以外にももう一つ謎の言葉が記されていたこと。青と白。その言葉の意味はある人物の証言によってすぐに明らかに。ジョーンたちの遺体が発見される2週間前、タンパ湾では実はまた別の女性がボートの上で強姦される事件が起きていました。その女性はこう証言したんです。犯人のボートは青と白のカラーリングでした。メモ書きに残されていた青と白という言葉は犯人のボートの色を表したもの。ボート乗り場へやってきた親子3人がすぐにボートを見つけられるよう男はボートの特徴を教えていたんです。そして青と白のそのボートの上で強姦に及ぶのはその男の常套手段でした。警察は女性から証言を得て容疑者の似顔絵を作成し情報提供を求めました。しかしその後3年捜査に進展は見られず、そのため警察は事件現場近くに殺害された親子3人の顔写真を載せた看板を設置するんです。似顔絵も筆跡もあるのに見つからなかったんだ。そうなんです。そこで警察はね、日本ではあまり聞かないような方法で捜査を開始するんです。なんとアメリカではですね、捜査に看板を使ったんです。というわけで本日のメトラキーワード、看板を利用した犯罪捜査について。アメリカの犯罪捜査では看板を用いた情報提供の呼びかけが頻繁に行われます。看板の利点はテレビや新聞に比べ一度掲載されれば長期間人の目に触れることと、捜査対象の地域の住民に直接呼びかけられること。その特徴から失踪事件や未解決事件の捜査では特に重宝されているんです。近年は電子看板の普及によってリアルタイムで情報を更新しやすくなり、捜査における看板の使用頻度はさらに増加しているんです。2007年からは FBI が民間企業と協力して逃亡犯の電子看板を出す取り組みを開始し、7年間で53人の犯罪者を検挙した実績も。その影響力から現在は犯罪者の情報を載せるスペースを提供している電子看板が全国5200カ所以上にも広がっているんです。看板に被害者親子の顔写真が掲載された2ヶ月後、警察はパンフレットに残されていた犯人の筆跡を掲載内容に追加しました。するとある女性から数年前に一人の男が手書きで作成した領収書が提出されたんです。領収書を作成した人物は
オーバー・チャンドラー。以前はタンパで建設業を営んでいましたが、看板の掲載が始まってすぐ家族と共に別の町へ引っ越していた男でした。チャンドラーが書いた領収書の筆跡は被害者ジョーンが持っていたパンフレットに書かれていたものとぴったり一致。こうして1992年9月24日、警察はチャンドラーを殺人容疑で逮捕するんです。筆跡の看板目撃してあの人じゃないなんて普通ならなくない？筆跡なんて覚えてるわけないじゃない。90年代のね話ですし、うんいろんな書類とかがね、全部が電子化されていなかったとはいえ、どうせ誰もわからんやろと思いつつも載せてみるもんだなと思いますよね、これ。一方で逮捕されたチャンドラーは言い逃れはねほぼ不可能と思われたその状況で容疑を否認し続けるんです。食い違う主張。逮捕されたオーバ・チャンドラーはオハイオ州シンシナシティ出身で、14歳から窃盗に手を染めていた筋金入りの犯罪者。まだ10代の頃から12回もの逮捕を経験していました。フロリダへ引っ越してからも住居侵入や武装強盗など悪行の限りを尽くしていたこの男。とある夫婦の自宅へ侵入した際には女性を下着姿で縛り付け、銃を突きつけて怖がる姿を楽しむ凶悪さもあらわにしていたといいます。その素行の悪さとパンフレットの筆跡から警察はジョーンたち親子を殺害した犯人はチャンドラーで間違いないと踏んでいました。しかし取り調べに際しチャンドラーは犯行の一切を否認するんです。彼女たちがホテルを探してる時、確かに生き方を教えたよ。でもそれ以来は一度も会ってない。いやだったらボートの乗り場までの行き方を示したメモは何なのよって話になるじゃない。被害者はボートの上で殺されちゃってるわけだからさ、生き方を示したやつが犯人で間違いないじゃないのよ。残念ながらそのメモだけではね確実に犯人とは断定はできなかったんです。パンフレットと一緒にボート乗り場への道順のメモが見つかっている以上、ホテルまでの道を教えただけというチャンドラーの言い分は無理があるように思えます。しかしこの証拠だけではチャンドラーを犯人だと断定はできなかったんです。なぜならホテルへの道順の筆跡は確かにチャンドラーのものでしたが、一方でボート乗り場への道順のメモは被害者ジョーンの筆跡だったため、つまりそのメモは彼女が何者かにボート乗り場への行き方を聞きながら書いたもの。その何者かがチャンドラーである確証はなかったんです。さらにチャンドラーはまた別の女性をボートの上で強姦した事件についてもこう説明しました。あれは合意の上の性行為だ。女の方が後から気が変わって襲われたと言い出したんじゃないか。当事者にそう言い訳をされてしまえば性犯罪の立証が難しいことも否めません。ただ警察が掴んでいた証拠はパンフレットの筆跡や別の被害者の証言だけではありませんでした。それらが証拠になり得ないとしてもチャンドラーはすでに言い逃れなど不可能な状況にあったんです。なぜならチャンドラーは犯行があった日の夜に現場のタンパ湾から自宅へ3回も電話していたから。その通信記録についてチャンドラーは一人で釣りに出ていたと説明。自宅へ電話をかけたのは燃料漏れでエンジンがかからず帰りが遅くなったためだと言います。しかしこの説明によってチャンドラーは自ら墓穴を掘ることに。湾岸警備隊を呼んだが救助が来なかったから燃料管をダクトテープで修理して岸に戻ったんだ。チャンドラーはそう語りましたが、その夜湾岸警備隊や海洋パトロールへの通報の記録はありませんでした。またダクトテープの粘着剤はガソリンに触れると溶けてしまうため、自分でボートを修理して岸に戻ったという話にも無理があったんです。事件当日の夜、実際はタンパ湾で何が行われていたのでしょうか。1989年6月1日、夜のタンパ湾に浮かぶ一隻のボートからは女性3人のかすかなうめき声が聞こえていた。ジョーンとその娘2人は手足を拘束され、口にダクトテープを貼り付けられていた。目の前にはつい数時間前親切にホテルへの道順を教えてくれたチャンドラーの姿が。その男は3人の親子を青と白の爽やかなカラーリングのそのボートで夜のクルージングへ誘い出した。しかし蓋を開けてみれば、それはチャンドラーが親子を人気のない海上へ連れ出し凌辱するための罠。助けてお願い。ジョーンは2人の娘を守りたい一心で必死にチャンドラーに訴えかけるが、もはやその男が3人を生かして返すつもりなどないことは分かりきっていた。なぜなら彼女たちはそれぞれ首にコンクリートブロックをつながれていたから。すぐに浮かんでこられちゃ足がついちまうからな。不敵に笑ってそう口にしたチャンドラー。彼は涙を流し怯える親子3人を生きたままボートから突き落としていた。もう亡くなった3人の親子の亡くなる瞬間なんて想像したらさ、ほんと言葉にならないわよね。だってあがくこともできない状況なわけじゃない。もうどんだけ苦しかったかっていうことよね。本当にね人間の心があるのかって疑うくらいの内容なんですけれども、それでもねチャンドラーは容疑を否認し続けるんです。
事件から5年後の1994年11月4日、第1級殺人で有罪となったチャンドラーに下された判決は死刑。2011年11月15日、彼はフロリダ州レインフォードの刑務所で薬物注射によって死刑が執行されました。その際、チャンドラーは次のような手紙を刑務所職員に宛てています。今日お前たちは無実の男を殺そうとしている。死刑囚監房にいる間、何度となく無実を主張し、控訴を求め続けたチャンドラー。結局彼は犯行の動機や詳細を一切語ることなくこの世を去ったんです。死刑執行後、チャンドラーの娘は次のように語りました。パンフレットの筆跡は父が3人に道を教えたことを示していますが、3人を殺したことを示すものではありません。私は今でも父の無実を信じています。実際のところ、パンフレットの筆跡や別の事件の被害者の証言、事件の日にチャンドラーがタンパ湾にいた事実など、彼の犯行を裏付けた証拠は全て状況証拠。明確な物的証拠がない中での死刑判決が適切ではないという意見も一理あるのかもしれません。しかし、死刑執行から3年後の2014年2月、チャンドラーの犯行をさらに確信に近づける事実が判明するんです。ジョーンたち親子3人の事件の翌年、チャンドラーはまた別の女性を強姦殺害していたんです。フロリダ州コーラルスプリングスで殺害されたその女性の名はイベリーゼ・ベリオス・ベグリーゼ。強姦された挙句、絞殺された彼女の遺体の手首と足首には拘束された跡が残されていました。事件はその後25年未解決となっていたのですが、 DNA 鑑定によりチャンドラーが犯人だと明らかになったんです。ジョーンたち3人の殺人について無実を主張し続けながら、別の殺人事件の事実を何食わぬ顔で隠し続けていたチャンドラー。自身の欲望を満たすため何も感じずに殺人を行っていたことはもはや疑いようもありませんでした。家庭の事情からめったに旅行に行けない親子3人が夜先で凶悪犯と出くわしてしまった今回の事件は災難というほかありません。一方で土地勘のない旅行者が犯罪者に狙われやすいことは僕らにとっても人事ではありません。夜先で危険な目に遭わないためにあなたはどんなことを心がけていますか？おさすけちゃんです。みみこです。というわけでね、皆さんにね、ちょっとご報告があるんですけれども、去年からやってるね、秘密結社アルゴメトリーあるじゃないですか。DMM サロンでね、運営させていただいてるんですけど、DMM さんから、年間を通した新しいサロンの中でも素晴らしい活躍をしたっていうことで、年間を通した新人賞にね、この度選ばれました。はい。ありがたい。ありがたいです。というわけでね、皆さん、この盾をいただきました。あらー、キラキラしてるわね。DMM ね、サロンアワードの2024年から2025年度にかけての年間の新人賞っていうところで、これ一組しか選ばれないんですよ。あら、そうなの。はい。大賞と新人賞とかね、あるんですけど、いっぱいあるサロンの中でも3つだけ選ばれるんですけど、この新人賞は1つだけってことで。何を評価してもらったの？やっぱりまあ1つは、コンテンツが結構充実してるっていうところと、2つ目はね、サロンのこう人数の上昇率っていうところですね。3つ目は運営側としてこういろいろ改善していってるっていうところで、いろんなね、審査基準があるみたいなんですけれども、まあ主にはその3つを評価していただきっていうところで。もう要するに一番盛り上がってるってことね。そうですね。もう新人の中では、新しいサロンの中ではもう一番盛り上がってるっていうことなんで、皆さんもね、結構こう秘密結社アルゴメトリって入ったらどうなのみたいな、なんかね、限定動画どうなのとかいろいろあると思うんですけれども、1回のね、飲み代なんかよりはもう全然安いわけなんで、ぜひ入っていただいてね、ちょっと覗いてみて、別に1ヶ月だけでもお試しだけでもいいと思うんで、それで会えばね、残っていただければと思いますんで、何はともあれね、ちょっと僕らがね、昨年挑戦した中では結構オンラインサロンってでかい挑戦ではあったんですけれども、こうしてね、一つの結果となってね、出たっていうのは本当に素晴らしいことかなと思いますので、ありがたい限りです。引き続きね、皆さん応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい。この写真は1ヶ月に及ぶ監禁拷問生活で命を落とした中国人女性の姿を捉えたもの。死後バラバラにされた彼女の一部は殺人事件と結びついてはいけないあるものの中から発見されるんです。1999年5月24日、中国香港チムサーチョイ、一人の少女が警察官に伴われ繁華街のアパートを訪れました。確かにこのアパートで女性が殺されたんだね。警察官にそう問われたその少女はラウ・ミンフォン。ミンフォンがそのアパートへ連れてこられたのは、彼女が
がそこで殺された女性の夢を見たことを自身が暮らしていた孤児院の職員に語ったため、ミンフォンの説明があまりにも具体的だったため、職員が半信半疑ながらも警察に相談した結果、そのアパートが捜査されることに。そしてミンフォンが夢に見た部屋へ向かうと、ドアの向こうからは鼻をつく強烈な悪臭が漂っていました。まさか本当に嫌な予感を募らせる警察官。部屋に入ると、そこにはおびただしい数の虫が群がった人気キャラクターの人形が。そう、異臭の正体はその人形でした。なぜならその人形の中には人間の頭部が詰められていたんです。人気キャラクターの中から発見された人間の頭部。殺害された女性を襲った壮絶な拷問の日々とは。アパートに監禁されたその女性は1ヶ月に及び原型をとどめなくなるほどの拷問を受けたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。